はい、こんにちは。今回はユービックに続きまして、こちらも謎しかないんじゃないかってくらい情報の少ないコンラッドについてその正体を浮き彫りにしていこうと思います。それでは行ってみましょう。まずコンラッドとはどのような容姿をしているのか見ていきます。スキンヘッドに開いているのかいないのかわからないほどに細い目、口はタコのように前に突き出て完全に鼻を隠してしまっています。亀の甲羅のような背面とそこから突き出る触手、そして何より特徴的なのは前面で組まれた体に対して大きすぎる手。この大きすぎる手の描写から深掘りしてみます。ボイドを例にとると、彼が転生前に賢者であったことが正しいとすれば、ゴッドハンド転生時の外見に転生前の人生の生き方、もしくはその人間の特徴が現れると考えられます。ボイドについては賢者ということから転生後あまりに肥大した脳を持つ外見で表現されます。であれば祈るように組まれた大きすぎる手から考えられるコンラッドの転生前の人物は僧侶ではなかったかと考えられます。モズグスも完全スキンヘッドですし、帽子かぶってるから確実なことは言えないんですが、イーノック村の神父も多分スキンヘッドだと思うんですよね。コンラッドは法王朝の宗教の中の名のある神父だったんじゃないかと思っています。モズグスや法王の礼拝の仕方とか見ると、法王朝の宗教って五体統治してるんですよね。モズグスは膝の感覚が麻痺するくらいやってます。もしかしたらコンラッドの鼻が潰れちゃってる感じとかって五体統治やりすぎでできたんじゃないかとも考えられますよね。コンラッドの名前もまたスラン・ユービックと同じく SF 小説から取られています。それがロジャー・ゼラズニー著、我が名はコンラッド。ここに何かヒントがないかと思ったので、とりあえずストーリーを簡単に説明しますと、核戦争によって壊滅した地球、その地球へ遺跡調査を目的に訪れるペガ人、彼が地球を観光博物館として買い取ろうとしているのではないかと危惧する生き残りの地球人たち。この両者の戦いが放射能に汚染されながらもわずかに生命を保っているギリシャの地を中心に展開します。この両者だけでなくギリシャ神話の神々や怪物たちも登場します。ゼラズニーは彼の創作の中で今までの SF 作品においてあまり取り上げられることのなかった世界の神話の要素を組み込むことで SF ファンとファンタジーファンの両者を満足させるような作品作りを心がけていたそうです。この物語は彼の長編第一作であり、1965年に SF の賞であるヒューゴー賞を受賞しています。この作品の訳者後書きを読んでみると、その時代の多くの東部の知的アメリカ人はギリシャ回帰の願望やギリシャへの憧憬を持っていたということが記されており、核戦争によって荒廃した人類世界が再びギリシア人の末裔であるコンラッド・ノミコスによって救われるという本書の設定は、まさしく彼らの願望をそのまま表現しているように思えるとのことでした。神話がかなり作品の重要部分に関わってくるという物語の設定はベルセルクとも通じるところがありますね。ここから何かコンラッドにつながるところがあるかと思ったんですが、ちょっと見つけきれないかなという感じがしてます。核戦争の放射能の影響であんな感じの見た目にってのは完全に無理がありますしね。他のヒントからもいろいろ探ってみましょう。彼が登場しているシーンから考えられることを挙げていきますと、まずは蜀のコーマの儀の際に巫女祭壇へという言葉を発してグリフィスの立っている地面を盛り上げ、コーマの儀の進行役になっているところを思い出します。この描写からも生前神父もしくは僧侶だったことを匂わせていそうな気がします。ユービックがグリフィスに見せるビジョンのシーンで、ユービックと共に案内役であるおばあさんに扮し、グリフィスを決断に追い込もうとしているところを見ると、ここでは何やらユービックとセットのように見えますね。コンラッドの描写で一番特徴的なのは、17巻疫病の流行っているミッドランド西方の街をラバンが探索しているとき、街中のネズミが一箇所に集まってコンラッドの姿を作るシーンですね。大遊会所の時の見開きのシーンでもネズミが集まって彼の姿を作り出しています。このシーンから彼がネズミの関わる疫病に深く関わりがあることが表現されていると思われます。その病気といえばご存知ペストですよね。ではペストについて調べてみましょう。
ペストとはペスト菌による感染症で、主な症状は40度近い高熱、頭痛、嘔吐、急激な呼吸困難など、感染して1日から7日ほどで発症し、感染者の皮膚が内出血によって黒紫色になるため黒死病と呼ばれています。ネズミなど齧歯類を宿主とし、主に飲みによって伝播され、致命率が非常に高く、治療した場合の死亡率は 10% ほどですが、治療がなかった場合、60から 90% が死に至ります。ペストは古来から何度か人類を襲っていますが、中でも有名なのが1348年から1420年頃の中世ヨーロッパで起こった大流行。もともとは1330年代にモンゴル帝国支配下にあった中国で発生したと言われています。この中国大陸での流行によって1200年から1393年にかけて中国では人口が半減しており、これを伝統的な中国の歴史書はモンゴル人の蛮行を理由にしていますが、現代ではペストの流行が原因という見方が定説になっています。モンゴル帝国は東ヨーロッパにまで達する大帝国であったことと、巨大な交通網が確立していたことがその後の中世ヨーロッパでの大流行につながりました。1347年にヨーロッパに上陸したペストは14世紀末までに3回の大流行と多くの小流行を繰り返し、最終的にイギリスで170万人、ヨーロッパ内陸部で3000万人、中国とアラブで7000万人、世界の人口がまだ4億5000万人の時代に世界全体で1億人が死にました。たった一つの原因で全人類の4分の1から3分の1がなくなる。半端じゃない恐怖ですよね。これだけの恐怖のパンデミックですから、文化の面でも大きな影響を残しました。ルネサンス初期の著名な文学者、ジョバンニ・ボッカッチョによるデカメロンにも記述があるほか、有名なシェイクスピアのロミオとジュリエットにもペストの患者との濃厚接触が物語の展開の重要な鍵を握っています。メメントモリ、死を思えというラテン語の標語がある不死、どのような態度や振る舞いをとったら無事に天に召されるかを説いた往生術についても盛んに著作がなされました。現代も新型コロナウイルスの影響によって様々な分野で歴史的なパラダイムシフトが現実に起こっていると思いますが、中世のペストもその後の社会情勢を大きく変える凄まじいエネルギーを持っていたんですね。以上のような様々なヒントから考えうるに、コンラッドはペストの大流行した時代の修道士だったのではないでしょうか。実際中世のペストでもローマ教皇が疎開して逃げたとか、ユダヤ人が井戸に毒を流したという噂が流布されて迫害に遭うとか、ストーリーの参考とするには興味深いエピソードが結構あるんですよね。中世って修道会が病気の治療の役割も担っていたので、例えば他の教会関係者はペストの猛威に恐れをなして逃げたが、コンラッドだけは残って治療に専念していた。しかしどう治療すればいいのかわからなくて、魔術師や妖精の力も借りて治療したという線が考えられるかなと思います。ゼラズニーの我が名はコンラッドの影響が、もし生前の彼の生き方のヒントを与えるとすれば、古代ギリシャに対する承継という点から、修道院では治せない病を魔術師など古代の英知を使うことによって治癒していくという展開が想像できるかなと思いました。なんとか流行が収まってきた頃に彼自身も感染したが、もう周りの人間はペストが恐ろしすぎて誰も助けてくれず、ペスト流行を抑えた功績は逃げた方に横取りされたとか、考えられるのはそのぐらいですかね。今回ユービックに引き続きコンラッドも考察してみたんですけど、やっぱり難しいですね。ユービックは特徴があるんで、その特徴からいろんな話広げられたんですけど、コンラッドはペスト以外にこれといってヒントになるものにつなげにくいというか、しかし考えてみると初期から大融解消までの間にはっきりとそれと分かるような形で権限しているゴッドハンドってスランとコンラッドだけじゃないかと思います。17巻でネズミが集まった姿で現れるコンラッドと、18巻の邪教徒たちの儀式の煙の中に幻覚のような形で現れ、26巻ではトロールの腹渡を媒介して権限するスラン。スランは特に分かりやすく明言していますが、彼女は人間の恐怖、憎悪などを好む性質がありますよね。権限したシーンを鑑みるに、コンラッドも似たような性質があるんじゃないかと思っています。もしくは流行り病というキーワードから人間の不安感をかき立てる役割みたいのも見えてくるかもしれませんね。そうだとすると、不安や恐怖をかき立てるコンラッドと、それに対し一つの解決方法に導いていくユービックという風に考えると、洗脳し深淵の神のコントロールする因果に乗せていくためのかなり合理的なシステムと言えるかもしれません。とはいえ彼に関してはどうしても考察に不十分感が出てしまいますね。今後もしさらに何か思いついたらまた報告させてもらいます。それではご視聴ありがとうございました。